斉藤知事に有利な方向に県民世論を誘導していることになりはしないかという指摘もあります。風向きを変えたいと、そういうことです。もうこっから鈴木さんはもうブーメラン攻撃です。鈴木さんの質問をね、鈴木さんカンテレではなくてヤフーがオリジナル記事にしてるんです。ご覧になります？まあちょっと生きてて連なってくると思うけど、ごめんね。注目すべきはね、ヤフコメです。これについた。ヘライザーにしても、カシーナツにしても、YouTube で斉藤さん間違うてない言うてる連中。元彦店見に行ってみ。もう鈴木さんなんかもう、最後なんかもう思い残すことなく、移動しようとしてるね、あれね。なんかもう、思いの丈を全部ぶつけていくみたいな。卒業式前の告白みたいになってる。制服の胸のボタンを下級生たちにねだられ。関西テレビですの鈴木です。よろしくお願いします。財政の問題について伺います。16日に総務常任委員会がありまして、そこで、財務課長が答弁をされていました。ちょっと読み上げますけれども、補足でございますが、今回要選債の件がございまして、最大 0.8 ポイント悪化がありますが、この最大 0.8 ポイントの悪化を抜いたとしても、令和14年度には実質交際比率は、3カ年平均 25% を超過し、早期健全化団体への移行が見込まれるというものが案2の試算でございますという答弁を。もうええやん。もうこれでもうなんかもう終わったやん。もう財政課長がその井戸の不法行為っていうのなかったところで早期健全化団体に落ちるって言うてしもてるって。もうええやん。もうなんかもうこっから先はもうオーバーキルですよ。その答弁読み上げた段階でもうタオル投げたらな。しています。一方、早期健全化団体への転落について知事は主な要因として、当時の知事による要選債の不適切な取り扱いという説明をしています。ここに矛盾があるかどうか改めてちょっと伺いたいんですが、いかがでしょうか。特に矛盾はないというふうに思っています。ただ財政課長はそういうふうに答弁しているわけで、一体これでどこが主な要因と言えるのだろうかということで、これ斉藤知事に有利な方向に県民世論を誘導していることになりはしないかという指摘もあります。風向きを変えたいと、そういうことです。もうこっから鈴木さんはもうブーメラン攻撃です。ごっついけず。もう目赤なってもうとんねん。ほんで水谷さんのカメラ寄ってるやろ、こうなったら。でさっきまで引いてたのに超寄ってんねん、こっから。なんていうんですかね、財政運営については私なんて言うんですかね、言うてしもてるやんけ。自身もできるだけ自分の方ですね、説明をさせていただくということに努めておりますし、一方でこのご指摘いただいた点ですね、資料についてもオープンな形でやらせていただいておりますので、そこは県民の皆様にできるだけ情報を開示する形でお示しするようには努めていますから、それは引き続ききちっとやっていくということが大事だと思います。こういう答弁をしたこの顔よ。ロバートの秋山やんけ。財政課長に斉藤知事の厳しい叱責がないことを願うものなんですけれども不適切な指示をしたとされる井戸前知事に聞き取りをする予定はあるのでしょうか。そこについては今後ですね、法に抵触する恐れのある地方債を発行するに至った経緯やプロセスというものをやはり明らかにしていく意味で、一定の検証が必要だというふうに思います。当時の関係者からのヒアリングというものも、場合によっては必要だというふうに思いますけれども、そこのやり方については今後検討会の下に設置する、検証のためのチームですね、部会において、どのように進めていくかということを、ご相談しながら対応をしていくという形になろうかと思いますね。
細かいところはその検討会の下に置く調査チームでということですけども、知事としては聞き取りすべき知なんだろうなという感じはいたしましたが、これ伊藤前知事が適正適切適法だったとか指示した認識はないとか言った場合にはそれ以上追及できるんでしょうか。大事なのはどのような経緯プロセス。そうやんな。だって斉藤元彦が百条委員会の出した報告書とか、第三者委員会が出した報告書を向こうに回して、いずれにしましても適法適正適切でしたって言うてるのよ。伊藤さんもそんな言うたらどないすんのって。ほんで、情報漏洩の第三者委員会の答えに、猪本が兵庫県警と第三者委員会の両方に対して、斉藤さんの指示で情報漏洩しました言うたけど、本人は指示した覚えはない言うて逃げてんねんから。俺全部その前例作ってんのは、どんな調査しても、調査された側が、俺は問題ないと思ってるって言うたら終わりやって言うてる前例作ったのは斉藤元彦やねん。これ、どんだけブーメラン刺さってんの頭に。でこのような結果としてですね、法に抵触する借り換えを行ったということの、経緯をしっかり整理しておくと、でそれを再発防止につなげていくということが大事だというふうに思いますので、その中に、関係者からのヒアリングが含まれる可能性もありますけれども、そういったことをしつつですね、再発防止策というものをきちっと、整理していくということが私は大事だというふうに思っています。指示がこれが大事と思っていてもそういう答えが返ってきちゃったら結局その斉藤知事ご自身の発言のブーメランみたいなことになってしまって斉藤知事としてはもう追及しにくいんじゃないかと。斉藤知事があの時文書問題できちんと説明しておけば今回その井戸チェンジに対してその不適切な行為をきっちりと追及することができたんじゃないか。斉藤知事の過去の発言が足かせになって追及が弱くなってしまう可能性っていうのはないですか。文書問題についてはこれまで申し上げてきた通りですね。そして今回ご指摘いただいている点については要選裁という、地方財政法に抵触する対応をしたという恐れがあるということですから、これはこれできちっとですね、検討会のもとに作業部会をおそらく設置してそこで、原因や再発防止策を議論していくと。検証していくということが大事だと思いますので、それをしっかりやっていくということが県民の皆様への責任だというふうに思っています。財政課長の答弁にもありました通りやっぱり本当の要因主な要因というのはやっぱり金利上昇なんだろうということが分かってきているところです。これ平たく言えばその過去の借金が多すぎて、それは斉藤知事は井戸県政までのっていうふうにおっしゃりたいのかも分かりませんけれども、過去の借金が多すぎてその借り換えをするときに前の低い金利ではもう借り換えができないとか新しくお金を借りるときに低い金利では借りられない、そういう話だと思うんですけれども、財政のプロと言われた斉藤知事にぜひお伺いしたいのが、これ兵庫県の個別的な話は置いといて一般論として金利が急上昇するっていうのが見えたときに行政としてはなすすべがないのか、あるいは何か手を打つ方法というのはあるのかどうかというのを教えてください。一般論です。予選債における影響に加えまして文書造輪事業や地域整備事業における、処理をしていくことによって、検査管理基金というものが、少なくなる面がありましたので、そういったところは司法への影響が及ぼしていると。そして過去からの負債の積み重ねが、金利上昇局面において交際費のやはり増にそんなこと聞いてつながってますので、そこが財政への影響が出てきているということです。金利動向というものはかつてはやはり低金利時代が続いてきてですね、その時はこの状況が引き続き続くだろうという状況の中でみんなが兵庫県でいうと、積極的な公共投資などをしてきたという面がありますけれども、やはりいろんな環境変化や経済の状況によって金利上昇というものが急に起こってくるというのがありますので、それは今回も同様な状況があったと思いますから、その金利上昇の局面においてですね、ですから我々はそれを踏まえて、今回、交際費負担適正計画をきちっと策定するということによって、持続的な財政運営ができるようにプランニングをしていこうということになりますので、それはそれぞれの自治体が置かれている、状況ですね。借金や交際費がどれぐらい、財政に占める割合があって、
それが金利上昇や低い局面において、どのような状況や影響を及ぼすかということをそれぞれ判断した上で、財政運営における対処していくということが大事だというふうに思います。前に議会での指摘がありましたけれども、なんか30年債とかそういう超長期のものに借り換えるということって、これ一般的にできるものなんですか、そういうことって。市場公募であったりとかいろんな資金調達の手段があると思います。金利が低い状況においては他の自治体においても、超長期債ということで30年債というものとかそういったものを発行するということは資金調達のやり方としてはありえます。兵庫県ではそういう対策っていうのは何かされたことはあるんですか。今そこは手元に資料がありませんのでまた財政の方から説明などをですね、させていただきたいというふうには思いますけれども、それは一定超長期債というものは必要に応じてやってきているというふうに思います。財政のプロの斉藤知事なんで、斉藤知事の方からこういうのってやってるかっていう声かけはするのかなと思ったのですが、ちょっと次に行きます。で、8月に記載許可団体になることがもう確定状態です。で、2030年に早期健全化団体の恐れというのが出てきているわけなんですけども、県民生活への影響を、なるべく減らしたいというのは知事もお考えだと思うんですけども、この健全化団体からの増税なしで切り抜けた自治体っていうのも過去には、市町村ですけどねありますけれども、そのあたりについて知事こうしていきたいみたいなものがあれば教えてください。これから公債負担適正化計画の策定ですね、そして、令和9年度におそらく具体的な歳入歳出改革を策定していくという形になると思います。もちろん令和9年度当初予算編成においてもですね、一定の歳入歳出の改革の取り組みというものはできるものはしていくという形になると思いますけれども、具体的な歳入の確保であったりとか歳出の改革というものは、これからしっかり議論していくという形になると思います。斉藤知事としては県民負担についてはこうしたいという、政治家斉藤元彦という立場からは、こうしたいというものは何かありますか。この件については兵庫県としての、行政としてのプランニング作りになりますから、これから兵庫県としてですね、検討会での議論を踏まえながら具体的な歳入歳出改革をどのようにしていくかということを積み上げながら議論していくという形になろうかと思います。県民負担について目標を掲げるっていうのは別に間違っちゃいないと思うんですか。まずは計画作りを8月目途にしていくということ、そしてそこで総論の大きな方向性が示されますので、その中で歳入歳出の面においてどのように改革をしていくかということを、県民の皆様にも言ってお示ししながら議論と積み上げをしていくということが大事だというふうに思っています。ということでした。ボロッボロよね。でね、さっきの人のことをこすり続けるわけじゃないですけど、鈴木さんのこのストレートが効いた理由というのは、実を言うと、示し合わせたわけでは決してないと思うんです。なぜそう言えるかというと、カンテレって記者クラブ所属じゃないんですよ、厳密に言うと。テレビ局ってね、記者クラブに入ってないよ、サンテレビ以外は。サンテレビとラジオ関西は、兵庫県が出資してるから記者クラブに入ってるけど、いわゆるテレビ局、カンテレ、読売テレビ、朝日放送、MBS は記者クラブではないんですよ。厳密に言うと。で、テレビ局で、記者クラブに参加してるのは NHK とサンテレビだけです。だから、民放、地上波民放と言われるところは、記者クラブに入ってなくて別の団体があるんですね。なんです。なので、決してカンテレの鈴木さんと示し合わせたわけではないでしょうが、このカンテレの鈴木さんの前に、神戸新聞の質問があってね、この神戸新聞の質問もさっきの産経新聞と同じで、いけずなの。神戸新聞の岡西と申します。よろしくお願いします。項目外からお聞きしたいと思います。先ほどもありましたけれども、財政関連でお聞きします。先週の検討会で、行政債の取り扱いについて、違法性のある手続きが見つかりました。
でこれによって検済管理基金の残高の算定自体にもミスがあったことというのが分かりました。実質交際比率の、つまりその指標の悪化というのはこれによって明らかになったと思うんですけれども、ここでお聞きしたいんですが、この算定ミスが、収支に直接影響するか、知事の認識をちょっと教えてください。収支の来年度以降とかですか。そこは今後の、来年度以降の財政運営においてどのような影響が出てくるかということを、しっかり見極めていくということが大事だというふうに思いますけど、まずはやはり、実質交際比率における、実質交際比率の、指標の変更というものに、影響が出てくるということだと思いますね。一応長期の固定金利だと思うんで、もう490億自体は特に変更はないですよね。返済する金額令和12年度の返済ということですね。そこちょっと財政課もしおられればいないか。いない。はい、後ほどまた財務当局から説明をさせていただきます。はい。で、その上でごめん。俺はね、あれがもう信じられへんの。今のが信じられへんの。この間ツイッターに書いてたやん。県民に説明していく言うて。この間ドヤ顔で書いたツイッターは何やったんあれ。ここで具体的に言われへんのやったら、お前仕事してへんちゅうことやんけ。で、我々財政が出席しないのなんでかって、財政が出席されたら困るからでしょ。これだけ議会であんな答弁してるから。あれ、この間あんなことをツイッターに書いて、記者会見でこの話が出てけえへんと思ってたら、アホでしょ。これいない財政課、もう一遍見てみる？財政課が来てないっていうところ、これ、一人相撲しとんね。一応長期の固定金利だと思うんで、もう490億自体は特に変更はないですよね。返済する金額。令和12年度の返済ということですね。そこちょっと財政課もしおられればいないか。いないの知ってんねん。知ってるけど振ってんねん。芝居しとん。逃げとんねん、これ。さっぷい。いないと知ってるから言うてから、いないかって言うてんねん。で、自分が出んな言うてんねん、多分これ。せやけど、きっつい質問来たから逃げなしゃあないから財政課長に振ってんねん。来られたら困るよね。もしこれ、尾形さんに当たってたら、尾形さん、議会の質問聞いてるから、尾形さん、多分、知事ええんで財政課長って言うて、先週の質問を繰り返されたらもう終わりやん。で、先週あんなことされてて財政課が役人として出席したがらないはずがないよね。役人としては出席したいはずですよ。でんな言うてんねんて。というやりとりがあったから、さっきの鈴木さんの質問が成立するわけです。これ別に、パス回しを事前にね、あれしてたわけじゃないですよ。さっき言ったみたいに、カンテレは記者クラブ所属じゃないので、違う団体なので、示し合わせる機会さえなかったと。でもっと言うと、記者クラブ所属じゃないから鈴木さんは、記者会見の時だけ来てんねん。県庁に。だから、神戸新聞の記者みたいに記者クラブの部屋に詰めてないのよ。だからね、2024年11月の兵庫県知事選挙というのは、自称プロの選挙やってんね。法律のプロ、立花隆。財政のプロ、斉藤元彦。全部自称プロです。いや、要は生きってるだけって話ですよね。生きってるだけなんですよ。ちょけで生きってるだけですよ。なんで財政のプロがさっきの神戸新聞の質問に答えられへん？さっき程度の質問を財政課長を呼ばなできひんかったら何のための記者会見かわからへんし、もっと言うたら何のための知事かわからんすよ。さっきまで行さんを追ったアンチがスンとしてんな。YouTube。スンとしてんねん。どこ行ったん？でね、今こっそり見てぐぬぬ言いながらね、見てるね、斉藤元彦の支持者の皆さんに言うときますけど、もうね、ちょっとね、もうええ加減にしなはれや。鈴木さんの質問を中心に、ヤフーのオリジナルニュース、ザ・ページが、記事化してました。
まあ、多分、能力低いから、まあ、これでも気づかんのやろうと思うけれども、頭悪いからね、斎藤元彦のことを支持できるという人は、母親の体内に着床したこと自体がもう失敗っていうレベルの頭の悪い人ですから、もう、おそらく着床段階から人生やり損ねた110万人が斎藤元彦っていうことを名前書いたんでしょうよ。なので、まあ、人生の失敗作にこんなことを言うても仕方がないんですけど、鈴木さんの質問をね、鈴木さんカンテレではなくて、ヤフーがオリジナル記事にしてるんです。ご覧になります？まあちょっと生きてて連なってくると思うけど、ごめんね。弱いもんいじめして。まあ、だけど弱いもんいじめせんとしゃあないんで、書いてあるんです。で、これ、兵庫斉藤知事、全記事に聞き取りをするのかの問いに、まあ、相談しながら対応ということです。これは、どっかの新聞社が書いたんで、これ、ヤフーのメディアの人が書いてはるんですね。この記事。で、まあ、この記事の内容は、まあ、どうでもいいですよ。まあ、普通のこと書いてるだけのことなんで、事実が羅列、何を聞かれてどう答えたかっていうこと。注目すべきはね、ヤフコメです、これについて。これについてヤフコメ。325件ついてるんですけど、斉藤さん能力低いよねっていうコメントが300件ありました。ヤフコメがですよ。ヤフコメが。嘘やと思うんやったらちょっと見たれ、我が目で。いや、残ってんのは、旭日記持ってる村上と吉田ぐらいです。ヤフコメでさえそうなってんの、昨日の記者会見見て、これちょっとやばいで、こいつ。アホやで、言われてる。だからそうなんですよ。よかったね、斉藤さん。念願の風向きを変えたいが実現しましたね。風向き変わったんですよ。ほんでね、カシーナッツとかね、ヘライザーとかに言うといたけど、お前ら小じきビジネスしようと思ったらね、マーケット間違えてるで。残ってんの、気違いとレイシストと年寄りだけやぞ、そこの意見。まあ、その根性ないと思うけど、ヘライザーにしても、カシーナッツにしても、YouTube で斉藤さん間違うてない言うてる連中。元彦店見に行ってみ。若い子に大人気やから。いや、ほんまに。もう、そこに、お前一生懸命そこで小じきビジネスしよう思うてるやんな。で、小じきビジネスしといてええよ。で、それで食っていけると思うてんねやろ。行かれへんて。残ってんの、気違いと、レイシストと年寄りしかおらへんねんで。その池の魚は。いや、これほんまやで、これ、ほんまに。人数多いかもわからんけど、人数も多ないねんけど、あと死ぬか、逮捕されるか、破産するかの3パターンしか残ってへんねん、その池に残ってる魚。えらいことですよ。元彦では食われへんの。いや、ほんまに。貧乏なんだ。いや、俺はさ、ごめん、俺賢いやん。それ他のネタでもできるやん。お前らできひんやん。アホやから。いや、元彦が辞めた後でももう、本も元彦と関係のない本売れて困ってんのに。お前ら能力低いから古事記ができひんねんから、別に古事記はあかん言うてんじゃんねん。だから人にはそれぞれの分に相応の生き方っちゅうのがあんねんからね。それはカシーナッツとか、何やったっけ、ヘライザーとか、その古事記としてしか生きていかれへんねやろうから、それはもうその人の生き方ですよ。神様が後追いたまえたその人の能力の筒いっぱいっていうのをやったら、程度やいうことなんでしょ。で、それ別に字も書かれへんし、人と名刺合わせて喋られへんし、ということですよ。ごめんね。限界地方政治もね、重版出退やって。で、陰謀論と排外主義もね、まだ売れてんねんて。福間のとこみたいな、かわいそうやで。お前選挙の最中にして子供できて子供生まれてんのに、お前、もうどんどん貧乏になっていくねんで。お父ちゃん何してんのと斉藤知事の追っかけしてんねん。あと3年ぐらいしたら言わなあかんねんで。かわいそう。もう生まれた瞬間から人生下り坂。かわいそうなんですよ。それからもう古事記やめられへんのは分かってんねん。それ古事記でええねんって、それは。俺は古事記があかん言うてんちゃうねん。だから古事記やったら、おとついから何一ついただいておりません。言うて生きていかなあかんねんやったらそれでええねんけど、その言いに行く筋を変えなはれ言うてる。そこにおったかってみんな誰も通らへんようになるよ言うて。あんたのおんばさんのおさきさんありがたいことですな、隣町に嫁に入らはりましたやろ。ほんだらもう若旦那の偉いことや言うてね、かけた、どこで見つけてきたんか、かけた茶碗と箸一膳、ちゃんと持ってきてくれて。まさか若旦那に手づかみでご飯も食べさせられる前言うてね。ほんで、デチ電柱がズタ袋を岸につけようか言うて、って言うて相談してるとこなんでしょ。で、ほら、
ほら、たもっちゃんほら、さっきほら、シャイニングから格好の巣の上でってやってて、今日は映画で攻めんのかな思ったら、ここで、立ち切れ線香出てくるんですから、いやほら、あなた方にこういう教養の幅ないじゃないですか。もうね、こういうことできないでしょ、あなた方。で、俺は別に斎藤さんがおらへんようになっても、これで俺、維持できてるもん。ほんで見てみよう。新田なんかもう新田ほら、あいつももう、古事記の先輩として、もう、あかん、この池、死んだ魚しかおらへんって気づいて、もう違うとこ行こうとしてるでしょ、今、新田。でもそういうことやねんって。で、無理やねんから。もうそもそもなんかその、社会の問題について語ろうという、その人間としての知性を母親の子宮の中で作れていないし、残りの人生もそういう人間になろうという努力さえしたことないわけですから、あなた方は無理なの。で、ゲーム中継とかね、なんか、その、なんか猫の金玉写真撮るとかね、なんかそんなんしてたらええねんて。で、それでワーキャー言うてたらええねん。言うてること変わらへんねんから、今かて。そうそう、亀の腹筋とかね。知らんけど。ナメクジの懸垂とかさ。なんかそんなん映して喜んでたらええやん。ナメクジの懸垂はビュー稼げるやん。いや、俺は見たいぞ。ナメクジの懸垂。もう飲んでた隣の席でこれ見ましたこれ。このナメクジ懸垂してるんですよ。見せると思う。で、いきなりですが話を変えます。客も減ったんで。昨日ようやく届いてまして、出張中に届いてまして、読みたかった本がとにかくでも、これね、めっちゃいいです。韓奥あたわず。韓国の、僕はずっと言うてますけど、韓国の抵抗運動が、お手本。軽やかさがね、効果があるとかないとかではなくて、韓国の軽やかさがね、とてもいいんですよ。映像資料で見ている感じでね。でね、この本の構成が素晴らしくてね、目次の前にね、デモに必要なものっていう、いきなり始まるんですよ。デモに参加。これね、ぜひ買って、この本。ぜひ買って、俺は Amazon で買ったんですけど、これ、ぜひ買ってください。めちゃめちゃいいです。で、この、キラカナエさんっていう人、初めてこの人の翻訳を読むんですが、この人の翻訳は僕は韓国語わからないので、どう正確に訳しておられるかどうかはわからないですけども、僕喋れるのは英語だけですけど、読み書きで言うと、辞書引きですが、フランス語もちょっと読めて書けるんで、ちょっとだけやけど。ほんまにちょっとだけやけど、ほんまに恥ずかしい程度ので、仕事でも英語の日本語への翻訳とかも未だにしてますしね。翻訳ってね、例えば英語から日本語、フランス語から日本語に変えるときにね、何が重要ってね、日本語能力なんですよ。英語能力、フランス語能力ではなくて。これは当たり前の話なんですけどね。語学として英語を理解するために、フランス語を理解するために日本語が重要と言ってるわけではなくて、翻訳という行為をするときには、フランス語も英語もどっちかというと学問で必要なのは算数です。国語ではないです。ただ、それを翻訳をするということになってくると、日本語能力が必要なんですよ。このさ、キラカナエさんの日本語能力がね、すごいのよ。軽やか。すごいです。このね、とにかくでもこれはね、めちゃめちゃいい本です。これぜひ読んで。ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。